田中正義さん当時30歳、広島市近郊の芸備線のガード下で被爆しました。当時田中さんは広島市内の物資を疎開するトラック特別輸送隊の隊員でした。6日の朝、田中さんは郊外から県庁に向かっていましたが、8時半の集合時間に遅刻したため無事でした。田中さんはその後重傷者の輸送にあたり、市内と辺坂の陸軍病院の間を何度も往復しました。私千代田の自宅におりまして、6時ごろ千代田を出発して、壁へ寄りまして、そこの矢口いうところでちょっと帰りにの用件がありまして連絡をしまして、8時過ぎにこちらからずっとこのガード下へ差し掛かってきた。その時に、運転しながらウィンドガラスからガッと光線が光って目に入りました。と同時にちょっと過ぎた頃に大きな音をズドーンというようなちょっと地響きのするような音が耳に入ったんですが、そのまま自動車を運転しまして、少しそのガードを過ぎて道路が土手に登るのに坂になっておるわけなんでございます。これでそこを坂へかかってこの堤防の上に出ました時に、向こうから突風が車陣を巻き上げながら突風が吹いていた。これで土手に車が上がった途端でしたから、ちょっと自動車がフロントが浮き上がったような関係で、ハンドルがクラクラっとしてストッとこう自動車が路肩に寄ったわけで、私もこれはどうしたことじゃろうか思うて降りて車の周りを一回転して点検しましたが、別に異常はないので、また車に乗って、8時30分には県庁へ着かねばいけんので、また急いで、運転を続行していったようなわけですが、突然のことで初めての経験ですから、何が起こったやらさっぱりわからん。これでちょっと自動車を運転して息がないって自分ながら、これは南町のガスタンクが爆発したか、それとも、元町にあった火薬庫が爆発したぐらいじゃないかの。何でも大変なことが起こったなあいうことは思いましたが。毎朝ここを通ってたんですか？いいえ、たまたまこの道を、普段は54号線を行き来するんですが、8月6日の朝に限ってこちらを回り道をしたわけです。じゃあ回り道をしたことで田中さんはどうなんですかね？私あっちの道を通っておれば8時30分には着いとる予定ですから、おそらくもう三笹を過ぎとったような時間、こちらを回ったために連絡があって時間を取ると同時に、こちらが道が狭いもんですからね、運転に暇がいるから、私が少し普段よりか10分から15分ぐらい遅れて広島へ到着するぐらいだなと思います。結果としては寄り道をしたことで、もう少し先で原爆に遭うのが、こちら北の方であったので、命拾いをしたような結果論ですが、気がしますね。他のトラックに乗られてた仲間はどうだったんですか？他のトラックの仲間の人は後から分かったんですが、もう 1,2 台は市内へ足を踏み込んで被爆されて、死なれたという話も、死者へ帰って聞きました。その他の方は私をみたいに途中で長塚で、ボーンとやられて、あっから先はもうダメじゃったから引き返したいう方も2、3おいでました。最初に土手に出られて広島市内はどんな感じでした？広島土手に出まして、こう運転していくのに
水源地がございます。水源地のところで普段なら右手に崇徳中学校の校舎が見えるはずなんです。ところが右を見ると川向こうに崇徳校舎の校舎が見えない。それから目をちょっと左にやりますとなんですね、広島別院の大きな屋根もなくなっておる。それでずっと一面に鯉の方の山が間近に見える。これはまあ広島は大変なことになっとるな。どうじゃろうかの、一体どうなったんじゃろうか。水源地を過ぎてちょっと行ったところで、家屋が立ったまま道路の中にこうはみ出しておったわけですね。それでそこから行かれませんから、人間の通行はできるんですが車が通行ができませんから、そこで後ろに来た自動車2、3台とどうするかの、これ広島へ行かれんが困ったよの言って、話をしよったら、たまたま向こうから憲兵さん、戦闘帽の汚れたのを数えて、それから左手を三角巾でなんか負傷されたんでつって、色刀を抜刀して血相を変えたのが向こうから来られて、私の車のフェンダーをこうトントンと叩いて「貴様らはどこへ行くか」広島の県庁へ行こう思うと「何を言うかこの被告人めが」大変な剣幕。私車内からの応答でしたから、これは機嫌損ねたかなと思ったんですが、そういうように言いますと「もう広島は全滅じゃから行くことはできん。ここから患者がたくさん来るから患者輸送をやれ。軍命令じゃい」と軍命令を出されて、軍命令な当時に兵隊さんのことですから往生せないけんから承知しましたというようなことで、豪華な車両と方向変換して患者を、へさか部員いうのがありましたね。それでそこへ3回ぐらいピストン輸送をやって、それでもう4回目に到着した時には何でした、病院が満員で、もうここはダメじゃから、そのまま壁の警察署へ行って、そこに救護所があるはずだから、そこの指示を受けるようにという、憲兵さんの言葉で、俺は張り切った憲兵さんから解放されてやる嬉しやと思うて、壁の警察へ戻って、そこで患者さんを下ろして、怪我人の様子は初めは何でしたね、この割と元気な負傷もさほどないような方が多かったです。自動車にも一人で我先に飛び乗る。だんだん後になるほど手のやけどをした、顔もやけどをしたような、ちょっと歩行困難なような患者さんが次々増えてきて、もう我一がちです。元気な分から先に。それでわしらわずかにこうお尻を押し上げる。乗れない人は気の毒ながどうも仕方がないですよね。元気なもんでいっぱいになるから。野戦でも自動車隊じゃった関係で患者負傷者も相当輸送しておりますが、それは怪我がきれいなということはないですが、この原爆の負傷者はちょっとひどいですよね。この皮も焼けたり顔もやったり、衣服も乱れております。これは野戦の怪我には比べ物にならんような負傷者じゃのうと思いましたよ。もうどう言うていいですかね。まさに修羅場ですよね、避難所は。いや言葉の出るものは「いや助けてくれ」とか「水をくれ」とかの「誰々はどこにおるかどこにおるか」言うてね、父母を探す恋やらね、
私は当時はなんですよね、巡査さんが一人車についておりましたからね、巡査さんの指示によって、いや今度はこれを積んだのは祇園の警察へ行けとか、もうこれで壁警察へ帰れとか、3回ぐらいやった時にもうとっぷり日が暮れましたから、で巡査さんがもうこれで壁の警察へ帰ろう、患者を積んだまま帰ろう言うて壁の警察へ行ったら、大林の収容所へ連れて行けと。大林の収容所へ行ったらもうこれ満員じゃから吉田へ連れて行ける。それで私吉田へ連れて行って吉田の警察で患者さんを受け取ってもらった。その時はもう夜の9時過ぎておりましたね。一番印象に残っとるのは婦人の負傷者の方で臨月の方が乗られた時に車内で産気づいて、安古市から安小学校の避難所へ運ぶ時でしたから、たまたま古市橋のところからね、緑いうところに何があるんです。今井病院いう産婦人科の有名なんが、そこへちょっと寄り道しますからで、その今井病院へ産婦人科へ下ろして安の方へまた引き返して救護所へ行って、その後はその方はどうなったやらトラックの上ではそのご婦人にどんな処置をしたんですか？ちょっと見るのに同乗者の元気な方がなんか白い布を引き裂いてこう定時帯みたいなのをこさえて股の方へやっとられたように思います。それとなんですよね、どう言いますか、一番最後の輸送で千代田へ帰る時に、車内で息の切れる重体の患者さんを輸送した時に、運転手さん早くお医者さんのあるところへ連れて寄ってくれ、早く帰ってくれと連絡があるんですが、何しろ木炭車のノロノロですから、上峰の坂を上がるのにも時間を食いますね。それでもうお医者さんのところへ着いた時には息が切れて、まことに気の毒で、自分のせいではないんじゃがちょっと自責の念に駆られて、もちと車が早う走りゃ助かっとったかもしらず気の毒なことをしたよのと言っても、帰ってもあまりいい感じがしませんな。車内で命が切れたいうことはね。お母さんがついておいでましたがね、若い、中学校か高等学校の生徒ぐらいでしたがね、お母さんがちょっと運転手さんがもうちょっと早う行ってくれてなら助かっとるのに言うて言われたらね、これね私も頭が下がって何とも言うことができん。当時の車はあんまり速くないんですか？はいはい、おもろですけどね、木炭車ですけどね、20キロがせいぜいですけど。救援活動で他に印象的に覚えてることありますか？そうですね、午後のこの食料言いましても乾麺包をこの祇園の大下馬明の倉庫から積載して、大芝の避難所ですよね。そこへ行った時に初めの話では避難民がおるから2個から3個ずつこの配ってやるようにいう指示やった。とてももう避難所へ自動車が着く、乾麺包が来たよいうや元気な方が我先に自動車へ群がってなんですよね、各自が皆殺して元気な人は肩いでね、それで年寄りのような弱い方は引きずってでも乾麺包一箱ずつ下げて竹やぶへ入ったりそれぞれの避難場所へ持って帰って
いやこれは大変なことじゃの。日本人もやっぱりこの食うに困る。お腹がすくとまあガキのようなもんじゃのう思うて、まあ、それがちょっと印象に残ります。だから配ることはいらんかった。将来に語り伝えたいことなんかありますか？ああ、大いにありますね。後世にはまあこの戦争がまあ原因ですからね。結局この戦争というものは、私も戦争の経験があるんですが、やってはならない、起こしてはならない、絶対にこの戦争は、自分から仕掛ける戦争はなおさらのこと、受け身の戦争でもやらないように願うより他に、これが一番の我々人類の念願と思います。戦争はもう絶対にすべきもんじゃないです。理由のいかんにかかわらずと思います。